こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店です。今日は私が仕事をするときに持ち歩いている文房具たちを紹介していきます。打ち合わせ、動画編集、実店舗の営業日の日に持ち歩いている今現在の文房具ポーチの中身を今日は紹介します。ポーチの他にペンケースも持ち歩いていますが、こちらは前の動画で紹介したので割愛していきます。まずはこちらのポーチ。これは去年ヨーロッパ文房具屋巡り旅でパピエティグルンの本店で購入した巾着です。英語サイズのノートがすっぽり入って結構気に入っています。文房具ポーチは過去にハイタイドのねジェネラルパーパスケースとかキングジップのフラッティっていうのをね使っていたこともありました。どちらも汚れてしまったので引退しました。で、他にノート2冊、ポーチ1つを入れて持ち歩いています。使い方としてはバックインバッグみたいな感じで、パソコンを持ち歩かないときはこれを丸ごとトートバッグに入れ替えて使ったりとかしています。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。ポーチの中にさらにポーチという不思議な感じですが、第5のトライフルポーチ1540円です。いくつかお気に入りポイントがあって、まず一つ目はこの持ち手の部分、ここに指が通せるところ、指をねさっと通すだけでシュシュシュッとねすごいスピードで開け閉めできて便利です。ジップの部分って普通はね小さいので中にたくさん入れちゃった時に力が入れにくいんですが、このアイテムはねそこが問題なしです。2つ目のお気に入りポイントは、この中にあるスナップボタンを2箇所こんな感じで留めることでポーチがトレイになること。私はノートや手帳に書き込んでいると気がついたら筆記具が結構どちらかっちゃうタイプなんですけど、ほら見て、ポンって投げ入れるだけで OK。 別にね投げなくていいんですけど、上から出し入れすることができるのですごい散らかりにくいんです。外で作業するときは散らかっちゃうと周りにご迷惑をおかけすることになるので、これがあるとすごく助かっています。では中の筆記具を紹介します。まず最近の一番のお気に入りは国用の WPF100 ファインライター。もともとサインペンが好きで愛用していたんですけど、それの上位互換のような使い心地に惚れて購入しました。握る部分は三角形になっていて手にフィットします。本体もね程よい重さがあってペン先が安定します。文字も書くんですけど、どちらかというと図とかねイラストを書くことが本当にどちらかというとですけど多いかなと。イベントのディスプレイ案を練ってみたりとか、オリジナル商品の仕様を書き出してみたり、あとは言語化できない時に図とかでね書いてみたり、そんな使い方をするときに、これだと線が太いので絵が下手だろうが線が曲がっていようが気にならないし、書いていて見やすいです。お次はゼブラのマイルドライナーです。これはねちょこちょこハイライター何入れてるかっていうのは変わるので、今はたまたまこれが入っていたという感じ。チカチカしないし、2つの太さを1本で書けるので便利。すごくね人気の商品なので知ってる方も多いんじゃないかなと思います。あとはプラスのホワイパープチという修正テープです。手帳ねミスすると泣いちゃうので修正テープ最近必需品となってます。次は韓国のアイコニックというメーカーのトリコロールペン、3色ボールペンですね。こちらも、海外で購入しました。日本だとなかなか見かけないメーカーさんですよね。ペン先は 0.38mm と極細、ニードルタイプのペン先なので筆圧高めの私はねちょっと壊さないように恐る恐る使っています。書き心地はねいいんですけど、ザラつきの多い紙とかだとインクが出ないので、書く紙をね選ぶペンです。次はこちらユニボールのシグノ RT1 0.38mm です。書き心地はなんかブレンにねちょっと似てるかな。ただもう少しインクが多めに出る感じ。このペンはいわゆるね文字がうまく書ける気がする私と相性のいいペンで、動画はねちょっとアイディア書き出していて雑な字で全然説得力ないんですけど、例えば出先でちょっとメッセージ書いたりとか、たまにお客様からねお手紙もらうので、そのお返事を書くのにこのペンをかなり重宝しています。ポーチの中少なめですが、今はこれで全部です。次はこちらのポケットクロッキー、白クロッキー紙マルマンから385円です。
アイデアを練ったりとか考えたい時にカフェに行くことが多いので、一緒にね、持ち歩いています。クロッキー帳ってあまり聞き慣れないと思うんですが、主にね、画材コーナーにたくさん置いてあります。100枚入りで385円というね、コスパの良さ。私は大学時代に授業ノート、アイデア帳としてもう何十冊も使っていました。で、今まではアイデアはこちらのノートにね、年始から書いていたんですけど、このノートちょっと紙が良すぎてもったいない感じがするのと、ページがね、切り離せないので、書き損じたものがこう残っちゃうノートだと失敗がね、怖くなって頭の中のアイデアとか考えを自由に書き出せなくなってしまって、なんかもっと違うことに使った方がいいかなと思ったので、代わりにね、クロッキー帳を久しぶりに購入しました。本当はもともとアイデアの書き出しに使っていたエディットのね、アイデアノートに戻す予定だったんですけど、うっかりね、文房具屋の画材コーナーでこちらのクロッキー帳と再会してしまい、こっちにちょっと浮気しました。はい。ちょっとね、もったいないんですけど、コスパ的にはどんどん書いて捨てられるので、アイディア出しがね、すごくはかどります。ただ、元は鉛筆で書き込むのが主な使い道の紙なので、薄いです。ボールペンで書くと裏に筆跡が抜けちゃうので、気になる方はね、ご注意ください。次はパピエティグルのプロジェクト管理ノートです。こちらも海外で購入したので、日本ではちょっと手に入らないかもです。文房具屋運営とは言っても、文房具を選んで発注して商品ページを作るという仕事以外に、案件とかコラムなどの執筆、システム機能の改修、商品企画とかね、ちょこちょこ多岐にわたるので、それを管理しているノートです。1ヶ月くらいかかる仕事のスケジュールを組むことができるガントチャートがついています。多分正しい使い方はプロジェクトを細かいタスクに分解して締め切りから逆算してスケジュールしていくっていう感じなんですけど、私は一人で働くことが多くてそこまできっちりした管理が必要ないので、ざっくり自分の希望のねスケジュールを書いています。いつもね締め切りギリギリで今もねちょっと一個締め切りギリギリでやばいんですけど、ちゃんと使いこなすべきなんだろうなと思って動画を作りながら今反省しています。で、メインのページは見開き1ページで使うようになっていて、ToDo とかね、メモなども残せるようなフォーマットになっています。日本でもなんかシステム手帳とかであれば似たようなフォーマットのリフィルがあるんじゃないかなと思うので、もしね、気になる方は探してみてください。でね、もし本当にいいなったらちょっと私にも教えてください。ちなみにこちらの手帳はマンスリーがついていないので、カレンダーは手作りでつけています。マンスリー作りに使っている文房具はいつも持ち歩いてるわけじゃないんですけど紹介します。緑の浸透印カレンダー柄というものと、あとコクヨミーのね付箋ノートです。両方ともね当店で取り扱っています。で、カレンダースタンプを付箋ノートに縦に並べて2つ押していきます。こちらは浸透印なのでインクパッド不要、1000回は押せるんですけど、インクがかすれてきたら補充インクもねメーカーより発売されています。当店でもね取り扱っています。あとは、直近2ヶ月分の日にちをこんな感じで書き込んでいきます。2ヶ月分いらない人は、今月の頑張りたいこととか、心がけたいことを、空いてるところにね、書き込んで使ってもいいんじゃないかなと思います。書き込めたら、スタンプ内の、月名がね、月名が書いてあるところをハイライトします。スタンプは油性インクなので、水分が多めのね、マーカーとかで上から塗っても滲みません。すごいですよね。他に土日に少し色をつけてパッと見で分かりやすくしていきます。できたら台紙から剥がして手帳の裏表紙に貼り付けます。ミシン目が入っているのでね、綺麗に折りたためます。ノートを書きながらカレンダーを確認したくなったら、こんな感じで付箋をペロッと外に広げます。そうするとどこのページを見ていても2ヶ月分のねカレンダーを確認できます。すごいでしょ？とっても便利なのでぜひ真似してみてください。最近はこんな文房具たちを仕事の時は持ち歩いていますよという紹介でした。結構頻繁にね持ち歩くもの、特に筆記具とかは変わるので、また大きく変わった頃にね紹介できたらなと思います。最後ちょっと雑談なんですけど、前回文具マーケット出店のために東京に行った時にコインロッカーの中にねメイク用品とかシャンプーとかがまるっと入ったポーチをね忘れちゃったんですよ。品川駅のね。
キャリーケースとトートバッグ、ポーチの3つをまとめて1つのボックスに入れていたんですけども、そのポーチを入れたことを忘れて他の2つだけ取り出して、そのままね福岡に帰っちゃいました。で後日ね問い合わせても見つからず、でその時からねもう黒いポーチは目立たないんだなと学んで、明るいカラーのものを選ぶようになったので、ライフハックとして共有しておきます。最後までご覧いただきありがとうございます。本当あとちょっとで5万人になります。ぜひチャンネル登録まだの方、ポチッと登録をお願いします。またねー。